Hi everyone! ミツバチハニーのルミです。今日は大量のリンゴを使ってリンゴのコンポートを作っていきたいと思います。簡単にするために今回はインスタントポットを使っていきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。それでは材料の方をご紹介したいと思います。まずは主役のリンゴです。今は旬ですので、たくさんリンゴがいろんな種類出回っていると思うんですけれども、私は今回この青いリンゴを使いたいと思います。そして、あとうちで採れた自家製の蜂蜜ですね。この蜂蜜と、あと、シナモンスティックを使います。そして、本当のレモンでもいいんですけれども、今回は少し手抜きをするということで、すでに市販されているレモン汁の方を使いたいと思います。で、リンゴなんですけれども、いろんな種類あるんですけれども、私が今回使うのが、このジンジャーゴールドっていうリンゴで、これはここにベーキングって書いてある通りに、アップルパイを作ったりとか、今回コンポートですとか、アップルソース、アップルバターなどを作るのにも適しています。で、ちょっと、食べてもいいんですけれども、タンギーって書いてあるように、酸っぱいような、感じなので、お料理とかに使うのに適しているリンゴかと思います。これを今回は13個使いたいと思います。はい、これで最後のリンゴが全部切り終わりました。で、リンゴカットしたのがこんな感じになります。はい、これが、13個のリンゴを切ったものになります。で、リンゴの皮もこんな感じなんですけれども、この皮も、後でジュースの方にしようかなと思います。皮にもたくさん栄養が含まれているので、なるべく無駄にしないようにしたいと思います。で、次に、インスタントポットを使って、このリンゴに圧をかけていくんですけれども、そうすることによって、とても早くリンゴが柔らかく煮ることができるので、やりたいと思います。こんな感じになっているので、このポットの中にリンゴを入れます。で、これも入れていきます。もうだんだん変色が少し始まっている感じですね。はい、それではインスタントポットの方には今カットしたリンゴが入っているんですけれども、それに今度蜂蜜を加えていきたいと思います。で、これはうちで採れた蜂蜜なんですけど、こんな感じですね。で、これを、今回お砂糖の代わりに蜂蜜を使うっていう感じですね。で、蜂蜜とリンゴの相性もすごい抜群なので、これですごく滑らかな甘さになると思います。で、だいたい40g、4つのリンゴに対して40g なんですけれども、グラムとか測るのが結構めんどくさいので、私は大さじとかで計量するのが好きなんですけれども、それでいくとだいたい4つの大きなリンゴ4つに対して大さじ3杯ですね。なので、今回は大さじ、13個、少し小さいリンゴが入ってたので、12個として大さじ9ですね。を、この中に加えていきたいと思います。はい、これが、大さじ9杯目の蜂蜜になります。で、今回、ちょっと、お砂糖も実は、入れたんですけど、お砂糖も大さじ3杯入ってます。で、
多分そのお砂糖と蜂蜜混ぜてもいいし、純粋に蜂蜜だけでも大丈夫かと思います。で、これが先ほどのシナモンですね。シナモンを、取って少しかけらを加えたいと思います。で、あと、インスタントポットを使用する前に少しお水を入れた方がいいんですけれども、これが、お水になります。アメリカのお水って硬水なので、ハードウォーターって言って、たくさんミネラルとかが入っているので、お料理に使うときにはいつもフィルターを通したお水を使っているんですけれども、今回は、このコンテイナーに入ったお水があるので、それを、1と2分の1カップですね。使いたいと思います。で、これをここに加えて、そして蓋をして、でここでは、ちょっと見やすいようにするんですけれども、いろいろボタンがあるんですけれども、プレッシャークッカーで、今回は、10分ぐらいにします。多分それでも多すぎるかもしれないんですけれども、これでセットしたいと思います。でもうセットすると勝手に自動にオンになりますので、これで終了になります。で、忘れてはいけないのは、ここが、圧力鍋になっているので、必ずこれを閉めておくことですね。これでお料理は勝手にしてくれます。はい。たくさんリンゴ大量消費をしたんですけれども、その後に残ったこのリンゴの皮ですね。これを今からジュースにしたいと思います。で、これが、私が使っているジューサーなんですけれども、すごく気に入って、もう何年も使っているので、これを使っていきたいと思います。でパーツがいくつかあって、洗った時に乾かしているので、ちょっとバラバラなんですけれども、まずこのプラスチックのものを装着して、その後、この絞り出す部分ですね。で、ここにメッシュになっているので、繊維と、あとジュースの部分がきれいに分かれるようになっています。そして蓋をして、これで完了になります。で、こんな感じで、こちらがジュースで、こちらが出てきたパルプの方になります。で、オフにします。で、これを、通常は畑の方に持ってって、で、畑の肥料として捨てています。で、こちらがさっきの皮から出てきたジュースなんですけども、かなりの、この皮ですね。切ったリンゴの皮から出てきた液体なので、もう 100% まだまだ十分栄養が取れるっていう感じですね。はい、今これは何をしているかというと、瓶の煮沸をしています。で、このように瓶を煮沸することによって、アップルコンポート、リンゴのコンポートとかも長期間保存することが可能なので、熱湯で瓶の中を煮沸して、でそこにアップルコンポートできたものを入れていきたいと思います。で瓶は揃えると可愛いんですけれども、今回は自分のお家で食べるように作っているので、いろんな形の瓶を使っていきたいと思います。はい。では、これが、インスタントポット終了してます。もうすでに約2時間半前ぐらいにもう終了して空気も抜けてるっていう、圧も抜けてる状態なんですけれども、これを取ると、
シナモンスティックそのままありますね。で、アップルコンポートができています。このような形になります。今もうほとんど形はないような状態になっています。多分このままでも大丈夫ですし、もしミキサーにかけてもっとスムーズにしたければスムーズにしても大丈夫です。一応ミキサーも準備したんですけど、多分このままでも全然大丈夫かなっていう感じなので、これを瓶詰めしていきたいと思います。はい、こんな感じで、今回は蜂蜜を使ったアップルコンポートを作ってみました。結局13個のリンゴから10個できました。もう少し瓶用意してたんですけれども、使わずに済みました。で、ちょっと酸味、レモンの酸味があって、すごく、美味しいアップルコンポートができました。はい、今回は簡単に、大量のリンゴを使ってアップルコンポートを作ってみました。以上で今日のアップルコンポートの作り方を終了します。これからも蜂蜜を使ったお料理を紹介していきますので、ぜひ次回の動画もご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、See you in the next video.